今回はやりたいこと、なりたいものが多すぎる方へのメッセージです。やりたいことが何にもないという方からしたら羨ましい悩みかもしれませんが、やりたいこと、なりたいものが多すぎて動きが止まってしまうという方もおられますよね。それは全部を抱え込みたいほどにあれもこれもと自分の可能性を広げたい、そんな気持ちの表れでもあります。しかしそれであるがゆえにかえって行動できなくなることがあります。なぜかというと、自分の体は一つですので、あれもこれも大きくやるには限界があるんですね。自分は社長になってもお仕事の分担は社員さんたちがやってくれているのと同じです。一人でできることは限られています。それでもやりたいことがたくさんあるのなら、選択をしていかなくてはなりません。ただその取捨選択の中では、これは諦めきれないなという迷いがいくつか出てくることもあると思います。そんな時は周囲に相談したり優先順位をつけるのもいいですが、それでも夢見ているだけの人にならないためには、何かを切らなくてはいけないこともあります。何かを切る、つまり諦めなければならない場面もあるわけです。その際、諦めきるための気持ちの視点として、ひとまずここでは2つの視点を提案したいと思います。まず1つは、どこかの誰かに任せるというもの。もう1つは、来世でやろうという気持ちの視点です。1つ目の誰かに任せるというのは、実際に身近な誰かに相談してやってもらうのもいいのですけれど、それができない場合、今世でやっている誰かにそれは一切任せようという考えです。例えば、それが医者だとしたら、誰かが今どこかで医者を一生懸命やっているのだからそれでいい。その代わり自分の役割は別にあるという視点の持っていき方です。もう一つの来世でやろうというのは、それは今世ではできないけど来世にやろうということ。医者であれば来世では医者になろうという希望的、楽観的な考えです。実際に来世があるかどうかというのはこの際関係ありません。自分が潔く選択していくための考え方の視点です。いずれにしてもあなたができることをやっていき、そしてあなた自身が輝くことが大切なことです。人生は選択の連続です。重要な選択もあります。しかし結果としてはその選択に間違いも正しいもないのかもしれません。なるべくしてなり、進むべくして進み、たどり着く。大事なのは自分がそこに意志を持ってしっかりいることなのではないでしょうか。ちなみにやりたいこと、例えば小さい時になりたかったものは、それそのものではなくとも何らかの形で関わったり勉強することになる。そういったことはよくあることです。その時は存分に楽しむといいと思います。いくつになってもこの楽しむということを忘れずにやっていけたらいいですよね。やりたいことが多すぎるというのは、あなたにそれだけの多彩な好奇心や才能があるということです。それはあなたの魅力でもあります。何を選んだとしても、その魅力は今後もあなたの持つ可能性を広げていくことになるでしょう。あなたの人生が素晴らしいものでありますように。最後までお聞きいただきありがとうございました。またいつでもお寄りください。それではまた。